それでは今週の読書の振り返りです。今回は文学界6月号に掲載されていた杉森二花さんの1-25そこについて話したいと思います。で、こちらの作品、あらすじとしては小学校多分高学年くらいですかねの主人公ヨッピーがクラスのお花係になります。で、その後クラスメイトからこのヨッピーが無視される中で、
担任から気にかけられるんですけど、そのことにも違和感を覚え、で土や植物を気持ち悪いと感じながらどんどん内側へと向かっていくような話です。で例えば担任の先生がお花が水をごくごく飲んでるね、かわいいねって話しかけられるんですけど、そんな担任のことを怖い、気持ち悪いと思ったりで、次第に置かれた状況からか、この主人公のヨッピーは花壇に火をつけたいっていう欲望を持つようになっていきます。で一箇所ですね、印象に残った文章を挙げると、このヨッピーが植物と自分を比較して、憎しみを募らせていくようなシーンが あったんで、ちょっと紹介したいと思います。読んでみます。私は誰にも話しかけられないし、誰にも目を向けられないのに、お前らはただそこにあるだけで水をもらえて綺麗だねとか言ってもらって、それで生きてますってつらバカじゃないの、キモいと思いながら、私は結局どこまでも私で、つまりクラスメイトからの無視という処遇を受けるに値するような私で、どれほどの可逆心とリベンジへの憧れをくすぶらせようと、昼休みは他にやることもなく、担任に立てつくこともできず、ホースを花壇に向け続けていたっていう一文なんですけど、ここがとても印象に残りました。これだけの憎しみを内側に抱えながら、結局ホースで花壇に水をやるしかないっていう、この何も起こせないっていう感じがリアルというか、人間味があって、印象に残ったっていう感じでしたね。で、そうですね、あとタイトルの1の25そこっていうのも引っかかっていて、そこは何度かこの小説の中で出てくる花瓶の底であり、主人公のヨッピーにとっての底なのかなっていう感じはしたんですけど、じゃあ1の25は何なのかっていう話なんですけど、これがちょっとあんまりはっきりとわからなくて、ちょっと出席番号かなと思って、名前ではなく出席番号としての存在しかないみたいな感じもしたんですけど、いまいちしっくりこなくて、もう一度読んだらわかるんですかね。そんな気もして、少しさらっと読んでみてもいいのかなっていう気がしています。はい、ということで以上、今週の読書の振り返りでした。今週も最後までご視聴ありがとうございました。